く言えばね、実はね、明というのは変な国でね、最後の方はね、もうね、自分たち統治するのをやめたいと言ったんですよ。普通ね、これもね、普通にはないんですよ。日本はね、鎌倉幕府が食べられる時も北条高時がね、一族300人とね、腹を切って死ぬわけですよ。頑張るぞっつって。それでまあね、江戸城無血開城だってね、それは徳川景気が頑張るわけですよ。だから必ずね、最後はね、頑張って負けると思うとね、いや全然違ってね、なんで違うかって、明はね、もともとね、ここね、明という国じゃないんですよ。あ、そうね。うん、ただ場所にいるだけだから面倒くさくなったら。あんなの違うとか、あの王朝ではやめた、こっちの君主の方が良さそうとか、みんな全然ね、支配者どうでもいい人たちそうなんです。実はね、すごく面白い。それでね、あれ開けてね、どうぞ来て来てって言うんですよ。それで室橋のね、息子がね、しょうがないからこうね、ずっと来るんですよ。そしたらこのとこにね、明の大将がいてね、いやよく来てくれましたっつってね、明の大将とこの室橋がこの真のね、前の軍隊がね、ここにね、ゾロゾロとこうやって入ってくるっていうね、そういう変な。そうですね。それで彼らはもともとがとても漢字を使わない人たちで、そうですね、満州文字満州語は別なの、はいはい、でチベット文字チベット語も別なの、はい、ウイグルも全然違うし、イスラム教徒で、モンゴルもモンゴル文字持ってて、それを全部まあいいじゃないかという自治にして、おかげでこんなに広い地域を清に最大半島にしちゃって、その頃はロシアが実はもう北から来てるんですけれども、ロシアはまだピョートル以前なの、ピョートルがねやっと位について申請直前にネルチンソフ条約でロシア人を追い出した。だからここもモンゴル人がロシア人嫌いだって言って追い出した。でこう追い出したので、実は沿海からムール川の北も全部一度は清朝。これね、実は朝鮮はこの時ちゃんとした朝鮮が一応国としてあって、それで朝貢国として、清の配下に入ってるんです。この時台湾は僕の認識ではですね、まだね、清は台湾明の方がいいと粘るんですよ。面倒くさいってぐらいでしょ。だって産業もなけりゃ、そんなとこ取ったって損害だけ起こるから行きたくないから。実は今の中国っていうのはこれを言ってるんですよ。実は今まで、これを回復したいわけです。そう、実は今までね、いろいろな中国あります。漢も中国であります。中国っていうか唐も中国、じゃあ元もそう、明もそう。じゃあどこが中国の領土なの、国なのっつったら、いやそれはね、一番でかい時を言いますから清ですなと、こういうふうにですね実はなってるので、別にどこが領土なんていうことも国だってことも実はないんですよ。ですから中国というのを国と呼ぶのが非常に難しい。それじゃあ宮脇先生相談しましてね、中国っていう国はそういう日本の常識から言えばどのくらいかというとですね、これは1912年の1月1日に清朝から独立した14章。だから辛亥革命で中華民国になったってみんな信じてるでしょ、でも辛亥革命で中華民国になりたいと言ったのこんだけなんですよ。そう、あとはモンゴルとか満州とかみんな嫌だと言った。嫌だと言っただからここが問題なの。ここだけはだから中国と言ってあげてもいい、ここだけは中華民国で言ってあげてもいい、でも全然違うって言った。そういうこと。でこれ独立した後ですね、また問題が発生して、これは中華民国ができた時の状態ですね。からもうちょっと後ね、中華民国って言ったにもかかわらず、その後中はもう四分五裂、6つも7つも8つも地方ごとに俺が大将、俺が大将でずーっと戦争するわけですよ。だって蒋介石だって最初はこんなちっちゃいところから出てくるでしょ。で出たのにまたここで揉めるでしょ。でしかもその揉めたのはたったこんだけだって言ったわけです。そうですね。まあ今日はですね、第1回ですから、このぐらいにしまして、いろんな重要なコペルニクスありましたね。漢の問題とか、それから唐から全部が南の北の国の人であって占領地であったとかですね。それから中国というものはどう考えるかと、日本が中国に占領されると中国が日本になるっていう、そういう概念であるとか、もう天地ひっくり返るような概念がいっぱいありましたが、それが中国の歴史であります。それをまとめますと、今ずっと話しましたけども、実は中国は1900年にガラッと変わったんですね。正しく言えば1912年っていうのか、ちょっとそこは歴史家はこれの数字がうるさいんですけど、僕は大体アバウト10年ぐらいいいじゃないかと、ね、時計も狂ってんだと。で第1期が清で始まる800年、それから第2期が隋で始まる、ここから全部異民族ですが700年、それから第3期が元で始まる600年ね。それ
でね実はね中国的なものとは全部ワンとなくなっちゃうんです。なくなっちゃうのはどうしてかっていうと日清戦争に負けるわけですね。でその前に日本はね西洋的にポッとなってくるんですよ。西洋とねこの中国が戦うとね西洋勝つんです。なんでかって言ったら西洋の北にあるから。これは武田論だけどね。それしょうがないからねもう変えようって言うんでね中国変わります。でこれどのくらい続くかっていうと800年700年600年だと500年かなと思うとですね2400年まで続くかなと。こんな感じですね、だけど私はここで圧倒的な人口増加となるほどで文明の加速化と変化の速さ考えると500年無理でなるほどもっと短いぞと私はちょっと思います。もちろん歴史家が言うことが正しいですからね。僕は歴史家じゃありませんのでそこのところは、ね、その区別をして、それでまあ今話したように人口というのは大きいですね。これもですねいくつかのコペルニクスのうちの一つなんですが実は前漢と後漢の間に紀元ちょうどキリストがご誕生になったあたりですが6000万人が1500万人になっちゃう。これは何でしたかね原因が。岡田秀弘がね言ってますけどもまず人口がちょっと都市に集中して過剰になるんですね。過剰になる。一箇所に集中して過剰になるとちょっとした災害でうまく回らない。今の毛沢東の大躍進と同じような状態だったと思いますね。だからあそこはね自然環境が日本と違って山や川や海がっていうんじゃなくて全部広がった平らなんで片っぽで自然災害が起こるとどこまで歩いてっても同じ状態なんで乾燥があると全部が同じ乾燥になる。だから人が人を食うんですよ。日本だとね山越したらね違う環境なんで生き延びられるんですよ。それであっという間に減った。で後漢の後にもですね今度黄巾の乱があって五斗米道っていうのはですね大体秘密結社みたいなのが多いんですよ。日本は特に秘密結社がない国なんですけど、ヨーロッパもありますけど中国はもう常に宗教的秘密結社があってその秘密結社の中だけ生きていけると。だって国が守ってくれないと。そう国ってのはないからね。よくわかりましたですか。国ってのはないので五斗米道という国があるようなもんなんですよ。それがわーってやりますとねむちゃくちゃに他の人を殺すもんですから。だけどその人たちの中ではどこ行ったって飯は食わせてくれる泊まらせてくれるわけですから。言ってみれば親族全部一緒と。こんな感じの時は時々出てきてこんなふうになってここで4分の1これで10分の1ですからね。だからねこれが本当数学的には掛け合わせるので40分の1だから純粋な人は40分の1になっちゃった。で実質的に漢族というのは何回か絶滅し北方民族と混血しながら現在の中国人ということですね。でここはもう最後になりますけどもシナ地域というものをまとめるとこの最後も実はね非常に分かりにくいんですよ。要するに事実よりも言ったこととか残された記録が事実となる。ここが中国ですよって言うとそれは中国になる。みんなで信じたらそれが事実だ。そりゃそうですね。そういうことであります。今日はですね第1回で、宮脇先生とこの中国の本当の基礎の基礎ですよ。宮脇先生ご不満ばかりねなんでちゃんとやってくんないのとこう言われるんですけどしょうがない。これはね全員が歴史家ではありませんから。一応今はですね私ね100万人の歴史学とか言ってるんですけどなんでかって言いますとやっぱり尖閣諸島の問題なんか出てきますとね歴史が歴史家と歴史マニアのものだけじゃなくて多くの人が相当の基盤を共通して持ってる人がある、そのためにはぜひ歴史家の外角にいる私なんかがちょいと出てくるというのがいるんではないか。それから中国的概念で中国人と全く同じ思想で私は中国人に同意しますということで日本の国土と言いますとですねこの領域が国土です。日本これは日本ですね。こんなこと日本っつったら、ね、今叩き殺されますよ。お前は何だ、ね、あの戦争を正当化するのか。いやそんなこと言ってんじゃないです。私は宮脇先生の、歴史は法廷ではないというのを痛く感激しましてねそうだと。それじゃあ同じ概念で日本というのを示したらもちろん最大半島ですから。今日ずっと最大半島ってやってちゃう。これ本当にいい地図です。そうですか。なるほど。こういうことをねたまにはお褒めの言葉。よかったです。だから何が正しいとかいう前にねまず歴史というものをよく知る。それから人の考えをよく知る。これは非常に大切だよ。番組です。どうも今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。